人々が社会生活を行う上で、人員、荷物の輸送が不可欠である。必要な物資を、必要な時に必要な場所に届けることが望ましい。その手段として、多くの人員、貨物を早く運ぶために輸送機が利用されている。民間機の場合、旅客の輸送は、旅客機、貨物の輸送は貨物機で行われる。軍は、大量の人員、装備を抱えた組織だ。その運営にあたり、戦時でなくても、基地や任務先への移動、物資運搬に軍用輸送機が必要となる。戦時においては、その兵站を支える存在となり、また、作戦行動先への物資等の投下や、空挺部隊の降下にも使用される。日本は、76年以上、戦争に直接的には関わっていないため、輸送機といっても、自衛隊だけで使われるものとして、身近に感じない人も多いかと思う。だが、災害時の物資、人員の輸送や、海外の現地法人の保護、国連平和維持活動 PKO による海外派遣などで使われており、災害時には直接、間接的に支えられていることを覚えておきたい。さて、軍の輸送機は、距離や運べる量によって、戦略輸送機と戦術輸送機に分けられる。戦略輸送機とは、アメリカ空軍が主として運用しているような、大陸間や地球の反対側といった長距離で、大量の物資輸送に使われるものだ。例として、C5 ギャラクシーが挙げられ、非常に大型で日本では配備されていない。それと比べると、より小型で、近距離の輸送に用いられるのが戦術輸送機だ。日本では、国産の C1 輸送機やロッキード、現ロッキード・マーティン製の C130H などを運用しており、2017年には、新たに国産の C2 輸送機が開発された。今回は、この C2 について解説をしたい。概要説明。C2 は、2001年に、防衛庁技術研究本部が開発に着手。川崎重工業を主契約企業に選定し、開発、製造した。2010年に初飛行、2017年3月に開発を完了し、配備されている。C1 輸送機よりも、多く約3倍の搭載量、1割以上早く、民間の旅客機と同様の速度、高度で飛行でき、より遠くへ約4倍の航続距離を飛行できる。本機には、新規開発のフライバイワイヤシステム、飛行経路を誘導表示し、脅威を回避しつつ、目的地への輸送経路を作成できる戦術輸送任務用の飛行管理システム、一人でも荷物を下ろせる省力化搭載車化システムを採用している。その他、夜間や暗所でも視界を確保できるナイトビジョンゴーグルに対応、空中給油を受けることも可能で、生存性や運用の柔軟性が向上している。乗務員が使いやすく、負担が軽減され、また、有事の航空輸送能力を飛躍的に高めるとともに、国際協力任務等でもより早く、高度な任務遂行が可能となり、様々な場面での活躍が期待されている。ここからは、詳細な解説に入る。もし、本機の特徴や向上した性能だけ知りたい場合は、この辺りまで飛ばしてほしい。開発経緯。航空自衛隊では、1954年に C46、1965年に YS11、1976年に C1、1984年に C130H が導入され、運用されてきた。C1 輸送機は、耐用年数を2010年代に迎えると見込まれ、その後継機が求められていた。また、C1 と C130H は、どちらも航続距離が短く、搭載貨物のサイズが小さく、搭載量も少ない。一方、PKO 活動での海外派遣や災害時など、輸送機の出動機会は今後増え、さらに、長距離での運用が増えると想定された。貨物を運搬する輸送機というのは、形状からして高速に飛ぶのは不利であるが、次期輸送機では、民間機と同様の速度で飛ぶことが求められた。これは、他の機体にはない要求性能であった。当時、哨戒機 P3C の後継も求められていたため、哨戒機と同時に輸送機を開発することとなった。将来輸送機及び哨戒機後の C2、P1 の開発は、要素研究については1982年頃から始め、1990年頃に基礎研究をし、2000年に国産開発が決定した。20年以上、先のことを見越して、地道に研究開発が進められ、両機の開発に至った。2001年5月、防衛庁から、機体メーカーに PX、CX の開発について提案を要求。三菱重工、川崎重工、富士重工、現スバルの3社が提案書を提出し、川崎重工が、両機とも、プライム、主契約企業になることが決まった。
なお、川崎重工は2機種の開発を行ってきて、どちらかの担当をするつもりであったが、両機種ともになったので驚いたという。これには、防衛庁の厳しい予算事情が関係し、同じメーカーが同時開発することで、部品や作業を共通化し、開発費を含むライフサイクルコストの抑制を狙っていた。また、これは、表向きの説明であり、海外からの輸入ではなく、2機種とも国内開発するための理由付けであったとの見方もある。日本の航空開発の常と言えるかもしれないが、両機の開発にあたり、アメリカ側が、当初、日本の自主開発に難色を示したという。その理由はわからないが、開発能力への不安、共同運用能力の低下への心配、またはアメリカ産機体の購入先が減るからかもしれない。防衛庁の自主開発派が、防衛庁内局やアメリカ側を説得し、自主開発へとつなげた。アメリカ側も、日本の方針を聞いてからは協力的になり、次期哨戒機の電子機器に関する共同研究を実施して、共同運用能力の維持、発展に努めた。開発体制。川崎重工が、主契約企業、三菱重工、富士重工が協力企業となった。オールジャパンの体制で取り組み、下請負会社は約170社、二次下請負会社まで含めると約2500社に上る。基本設計は、川崎重工が400人、三菱重工、富士重工がそれぞれ110人ずつ、計650人の設計技術者で、MCET という設計チームが作られ、作業が進められた。開発責任者となるチーフデザイナーには、川崎重工の久保正幸氏が選ばれた。製造図面の作成では、技術者が各社に戻って作業を行い、ピーク時の設計技術者数は1200人を超えた。スケジュール。白色の楕円と矢印が当初計画上のスケジュールだ。当初の予定では、設計は2001から2004年度、試作は2004から2009年度、試験は2006から2011年度の予定だった。実際の基本設計は2001年度から始まり、2003年6月に完了。細部設計は2003年度から始まり、2005年11月に製造図が完成。試作機の製造は2004から2010年度にかけて行われた。構造強度や耐久性、飛行性能を確認する性能確認試験は2006年度から実施された。2010年1月26日に社内試験で初飛行。2016年度まで性能確認試験が行われ、2017年3月27日に完成。翌日に鳥取県美保基地へ3機が配備され、運用が開始された。各企業の製造部位。主契約企業である川崎重工は、全部胴体、水平尾翼の製造のほか、最終組み立てと飛行試験を担当。また、各企業と防衛庁担当官との窓口の役割を果たした。三菱重工は、後部胴体を担当。富士重工、現スバルは、主翼、垂直尾翼を担当。川崎重工グループの日本飛行機は、翼動フェアリング、バルジを担当した。開発方針と共通化。開発時のスローガンは、ワンプロジェクト、ツーアウトプットであった。国の予算や事業としては、ワンプロジェクトであるが、航空機は、要求性能に合わせた専用設計のものでないと、性能が落ちるので、輸送機、哨戒機の2機種を作るツーアウトプットが特に意識された。ただし、4発エンジンの PX、2発エンジンの C2 では、機体形状、重量、主翼面積も大きく異なる。その設計にあたっては、最初の概念設計で、まず、各機専用の設計を行い、その後に共通化できる部分が検討された。例えば、方向舵などは大きさは違うが、システム設計は同じとなる。もし故障したら、どの系統が生き残るか、さらに壊れたらどうするか等を設計するのに手間がかかるが、1回設計すれば、それで済み、共通化のメリットが出ている。また、設計システムや開発ツール、データベースの共用などソフトウェアの共通化も行われた。要求性能が大きく異なる機体だが、そのうち、マッハ数については同じだったので、主翼の空力設計は共通にし、主翼外側半分が共通化された。共通化による多少のマイナス面もあるが、その影響をコスト換算し、メリットとの比較で妥当と判断したものだけ採用された。機体における共通開発部分は、主翼の他には、風防、水平尾翼の大部分、統合表示器、飛行制御計算機などがある。このように共通化した部分は、機体重量比 25% ほどとなり、搭載システムの品目数で 75% が共通の装備となった。以上の共通化により、
290億円程度のコスト削減がされた。空力設計。本機の主翼は、輸送機でよくある後翼配置のタイプ。翼を高く置くことで、翼により貨物室が分割されず、大きな荷物が乗せられ、搬出効率も向上している。また、地面との距離があるので、大口径のエンジンを搭載でき、異物を吸入するリスクを減らすことができる。そして、その形は、1000音速付近での空気抵抗が小さい超臨界翼、スーパークリティカル翼を採用。オーソドックスな高対角付きのテーパー翼で、旅客機よりも、やや大型にしてあり、航空での高速性能とともに、低空での低速性能を兼ね備えた設計にしている。長距離任務に必要な燃料を入れられるように、やや厚めの主翼である。なお、テーパー翼とは、翼の端に行くほど、翼延長及び翼圧がともに小さくなる翼の形状である。最大速度の向上や燃料消費量の減少が期待できる。尾翼は T 字型で、エンジンの排気による干渉を防止するとともに、貨物の搬入がしやすくなっている。支脚は、片側6輪ずつの12輪で構成され、貨物室のサイズを小さくしないよう、横に膨らんだバルチに収納する仕組み。機体形状については、自社開発の CFD 計算空気力学ツールを使った解析と風洞試験の結果を反映させて設計している。貨物室の高さを確保するため、胴体の上に主翼を乗せた形になったが、翼動フェアリングがなだらかにつなぎ、空気抵抗を減らしている。エンジンは、信頼性が高く、自衛隊でもすでに運用しているジェネラルエレクトロニクス製の CF6 高バイパス非ターボファンエンジンを採用。また、逆水力装置や着陸時に使用するグランドスポイラーを搭載。このような機能の搭載もあり、C1 同様、短距離での離着陸が可能で、最短離陸距離は500メートル。なお、実際に貨物を搭載した場合の運用上の離陸距離は2000メートルくらいである。構造設計。本機の主翼、尾翼は、2本桁に重通材を加えたマルチストリンガ構造。操縦室区画の全胴前部は、マルチフレーム構造。全胴後部から中胴、後胴にかけては、フレームストリンガ構造と、一般的な構造となっている。後部胴体には、大きな開口部と大型貨物扉が設置され、大型の貨物が搭載可能。貨物扉自体が積み込むためのローディングランプとなり、トラックが自走して乗り込め、ここから空挺部隊の降下や物資の投下も可能。主翼上面の外板には、ストリンガーに高い圧縮強度を持つアルミニウム合金の7055材。胴体余圧エリアの外板には、疲労、損傷許容性に優れる2524材が適用され、軽量化につながった。機体素材の大部分にアルミニウム合金が適用され、構造重量の約 30% に当たる図の灰色部分には、軽く強度のある複合材が適用された。また、全胴の余圧扉のフレームには、コスト低減のため、精密鋳造による一体化フレームが適用された。アビオニクスシステムや各種系統の設計。システムの安全性や信頼性の確保が当然求められるが、できるだけ乗務員が使いやすく、省力化できるよう、機能の統合化、自動化に配慮して設計された。各システムは多重化しており、一つの系統で故障が発生しても、もう一つ以上の系統がバックアップして安全性を確保している。例えば、電源はバックアップ付きで4重となっており、油圧源は3重になっている。コックピットにフライトデータやシステムデータが集約され、効率的に機体システムの操作、監視、管理ができるようにアビオニクスシステムが開発された。C1 では、故障が起きても、原因の特定が困難で経験則に頼っていたが、C2 では、コックピットにある自己診断機能でわかり、迅速に対処できる。また、故障情報が記録され、その原因分析や故障履歴、自己診断装置の起動が一元的にできる。C1 では、パイロットが操縦桿、レバーを操作し、ケーブルなどを介して画面を動かす機械油圧方式だった。C2 では、フライバイワイヤーを採用し、パイロットの操縦をセンサが感知し、電気信号に変換して画面を作動する。以前よりも操縦が楽になったという。フライバイワイヤーの中には、角飛行制御機能が設計された。パイロットのマニュアル操縦による基本操縦機能に加えて、安全に飛行できるよう、飛行可能な範囲に保つエンベローププロテクション機能、パイロットの作業負荷を軽減するトップ応答低減機能や自動操縦機能がついている。飛行経路の大部分を自動操縦に任せられるため、長時間の飛行が楽になった。C1 では、計器を見て、時期の現在位置を確認して目的地へと操縦していたが、
C2 では戦術輸送飛行管理システムを採用した。どういったシステムかというと、山間部や低空を飛行する場合でも、最適な経路を作成し、ヘッドアップディスプレイに表示し、飛行を誘導してくれる。このシステムは、パラシュートで降下する空挺降下や、物資の空中投下などの戦術輸送もサポートする。目標の地点へ狙って降下、投下するための計算を自動で行う。高度な任務が容易に行えるように設計されている。輸送機は、重い荷物や多数の乗員を運んでいるため、荷物や乗員の重量や重心の位置を計算し、適切に配置する必要がある。そのような仕事をしているのが、ロードマスター空中輸送員である。C2 では、貨物室前方にあるロードマスターステーションで、その仕事を一元管理できる省力化搭載車化システムが搭載された。従来は、2人で行っていた作業が、1人だけでできるようになり、物資の自動空中投下も可能になった。C1 と比べると、乗り心地が良くなっており、構造材やパイプなどが剥き出しになっている部分は少なく、機内の騒音が抑えられている。LED の電光掲示板が設置され、乗員への説明がしやすくなっている。電子レンジ、冷蔵庫、ドリンクマシンなど旅客機と同様のギャレー、配膳設備が整備されている。本機には、磁気防御システムを搭載している。レーダー警戒装置、RWR、赤外線警戒センサーによるミサイル警戒装置、MWS、チャフ、フレアディスペンサー、CMD を搭載し、生存性を向上させている。主要諸舷と三面図。C2 は、最大離陸重量141トンで、最大36トンの荷物の運搬が可能。貨物室には110人まで搭載可能。運用高度は12200メートル、巡航速度は 0.8 マッハで、旅客機と同じ高度、航路で移動できるのが特徴だ。航続距離は、搭載する重量によるが、何も乗せていない場合は、9800km、20トン搭載時に 7600km、36トン搭載時に 4500km まで飛行可能。CF6 エンジンを搭載し、大出力を発揮できる。貨物室のサイズは、幅4メートル×高さ4メートル×長さ 15.7 メートル。C2 の全幅は 44.4 メートル、全長は 43.9 メートル、高さは 14.2 メートル。既存の C1 よりも大型で、計画段階のものを除く国内開発機としては、戦前、戦後を通して最大の機体である。戦前の最大である、旧2式重爆撃機、ユンカース G38 のライセンス生産よりも大きい。ポイント1、貨物搭載能力の増大。C2 の開発時に求められた要件の一つとして、手術車、水タンク車等の搭載が挙げられていた。本機では、既存の C1 や C130H と比べ、より大型の貨物が搭載できる。災害時や緊急救助などの際に使用できる野外手術システム、車載型浄水セットのほか、UH-60J、重レッカー車、ヒト6式機動戦闘車、ペトリオットの発射機と牽引車、AAV7 などが搭載できる。搭載できるサイズ、量の増加により、運用の幅が広がった。ポイント2、航続距離の拡大。C1 は、最大搭載量を乗せた場合、本州の中心部から沖縄への移動もできなかった。C130H では、5トン搭載時に 4000km の航続距離であり、東南アジア全域までは移動できなかった。C2 では、20トン搭載時に 7600km が飛べ、東南アジア全域まで移動でき、搭載量次第でオーストラリアにも移動できる。また、給油なしで、民間と同じ高度、航路を飛べるので、給油地の調整などが少なくなり、素早く移動でき、職員の負担軽減にもつながる。湾岸戦争以降、増えてきた自衛隊の海外派遣の際に大きく活躍するであろう。他国の輸送機に引けを取らない性能を持つ C2 であるが、ここからは問題点を見ていこう。まず挙げられるのが、機体強度の不足により、開発が予定より5年ほど遅れてしまったことだ。2007年2月、アメリカから輸入したリベットに強度不足が判明。その交換を行い、交換できないものは、周辺部位の補強を行ったが、初飛行が遅れた。同年7月、正強度試験中に、試脚及び周辺の胴体構造に不具合が発生。水平尾翼の変形、胴体の床構造へのひび、変形が発生。2012年に、強度の再計算を行ったところ、補強が必要と判明し、その対策に追われた。2014年には、機内の余圧に、設計時の 1.2 倍の荷重をかけたら、貨物扉、後部胴体が損壊。C2 の設計にあたっては、
最新のソフトウェアを使用し、製造・運用時のシミュレーションを行い、リスクやコストの低減が図られている。有限要素法の FEM 解析により構造設計を実施しているが、残念ながら、その解析モデルで、高負荷領域での非線形挙動を模擬しきれなかったこと等から、強度不足になる不具合につながったという。なお、この不具合が分かってからは再設計を行い、当初目標以上の性能を達成し、ヒト6式機動戦闘車など重い荷物も運んでいる。C2 は、2009年度の見積もり価格は145億円だったが、その後は、図の通りに上昇し、近年は、1機あたり初度部品込みで230億円程度である。その原因は、エンジンの製造数が減少したため、輸入エンジンの単価が上昇したこと、そして、防衛品の価格に影響を与える加工費レートが上昇したためとされる。防衛品は、市場には出回らず、専用に開発されたものが多く、原価に手数料や利益を加えて単価を計算する。原価の中に加工費が含まれる。加工費は、一般に加工工数と加工費レートをかけて算出する。加工費レートについては、企業によって設定方法が違うようで、防衛装備品と民間装備品で分けて設定しているところと、合算して工場あたりで設定しているところがあるそうだ。図の Y 社がどこかはわからないが、合算しているこの会社では、加工費レートが近年上昇しており、C2 の単価にも影響があったものとみられる。その後、防衛省で計算方法の見直しがされたようだ。単価が下がるのはありがたいが、過度な締め上げにならず、公平、適切なものであってほしいものだ。C2 の開発において、当初から民間機として売り出すことが考えられていた。航空機の開発には、巨額の開発費が必要だが、それを出せる会社はなかなかない。防衛予算にも限りがあり、近年の厳しい財政状況の中、購入される機体数は減ってきており、民間機として生産されれば、量産効果で防衛予算の削減にもつながる。そこで、PX や CX をベースとして民間の旅客機や貨物機を開発する計画が作られた。販売期間30年として検討したところ、90機の需要にとどまるという結果もある。型式証明を取得するためにコストがかかることもあり、2017年までには民間転用を断念している。現在、C2 の輸出の可能性があるのはアラブ首長国連邦 UAE である。2016年に UAE の空軍少将が岐阜基地に来訪され、C2 に試乗し、防衛装備品の協力について関心を示したことがきっかけで、翌年にドバイ航空ショーで初めて国外展示を行った。その際、搭乗者からは、戦術の部分はどうなのか、誘導装置にはどんな機能があるのか、不正地着陸能力があるのかと質問がされたという。不正地着陸能力は、ミサイルで滑走路が破壊された場合、突貫工事で埋め戻したデコボコした滑走路や、海外の整備が行き届いていない滑走路で離着陸するには必要な能力だ。C2 では、コスト削減のため、その能力は、開発時の要求から外されていたが、機体強度上は問題ない。後に、UAE への輸出交渉の中で求められたため、2020年11月には、岐阜基地で、非舗装滑走路での離着陸訓練が実施され、試験は成功したと見られている。どの程度の不正地化にもよるが、ある程度整備されていない滑走路でも大丈夫のようだ。海外輸出にあたっての直接のライバルは、同時期に開発されたエアバス A400M だ。C2 では、大口径のターボファンエンジン2機を搭載し、4機持つプロペラ機よりも整備にかかる手間、時間が削減できる。巡航高度が高く、高速で移動ができる。貨物室のサイズでは、一長一短がある。主翼下の部分でも、C2 は 4.0 メートルを確保したが、A400M では 3.85 メートルとなっている。ただし、貨物の長さは C2 の方が短く、貨物容積では A400M が勝っている。A400M の優位な点として、不正地離着陸能力がある。2020年に、ルクセンブルクが A400M を1機導入した際の付加価値税を除いた価格は、偶然にも C2 とほぼ同じ価格であった。ただし、A400M は、すでに174機の注文を受け、99機が納入されている。海外への輸出実績も、エアバスグループとしては多数あり、機体性能はほぼ同等だが、納入実績やバックアップ体制では、日本が劣ると見られているのが現状だ。A400M についても、その開発は難航した。新たに、専用のエンジンを開発したが、その制御ソフトの開発などに時間がかかり、4年近く遅れて納入となった。
単価は、1999年には、8000万ドル 96.8 億円との見込みもあったが、後に上昇し、225億円ほどに。また、航空機の開発費に関する調査研究によると、開発予算が C22600 億円強の5倍近くかかっている。両機とも、開発に時間がかかり、価格が上がってしまったという残念な共通点を持ち、個人的にはシンパシーを感じている。まとめ。C2 は C1 の後継機として開発された。民間機と同じ速度で飛行できる高速性能、長い航続距離と機敏な運動性を兼ね備えており、C1 よりも多様な運用が可能となった。その開発にあたっては、乗務員の省力化、自動化が重視され、計器を監視する後方機関士、フライトエンジニアがいなくても運航でき、パイロット2人で操縦が可能だ。敵機などの脅威を避けた経路を作成したり、物資を目標地点に精度よく投下する計算を自動で行うなど、戦術輸送をサポートするシステムを搭載。搭載物の重量や機体の重心を考慮しながら、貨物の配置を一元管理できる省力化搭載車化システムを搭載し、ロードマスターは2人から1人に減らせた。機体は大きすぎず、乗員が使いやすいよう配慮された機体であり、日本の国情に適した機体である。哨戒機と輸送機の同時開発となり、さらに、ボーイング787の共同開発と時期が重なったこともあり、技術者の確保も大変だったと思われるが、無事に要求性能を満たした機体が開発できた。本機の開発においても、T4 練習機の時と同様、若手技術者にも重要な役割を与えられて開発に関わり、航空技術やノウハウが次世代へ継承された。今回は C2 輸送機について解説してみました。あまり長いと見る気をなくしそうな気もして、分けて作ろうかとも思いましたが、話の流れや切り分けがしづらく、今回はまとめてみました。いかがだったでしょうか。最後までご覧いただき、ありがとうございます。もし参考になったようでしたら、高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。また、気軽にコメントもしていただけるとありがたいです。では、またよろしくお願いします。